富士通と聞くと、昔のパソコンや会社のシステムを思い浮かべる人が多いかもしれません。けれど富士通は機械を売る会社から社会の仕事をデジタルで動かす会社へ姿を変えてきました。今日紐解くのは富士通株式会社の物語。電話交換機からコンピューターへ、そして DX と AI の時代へ、変化の道を見ていきます。始まりは1935年、富士電機の通信機部門から富士通信機製造が生まれます。社名には富士電機と通信機の歴史が刻まれていました。まだ日本の通信網が国の基盤として整えられていた時代です。富士通の原点は家庭の机の上ではなく、社会をつなぐ電話と通信の装置にありました。1938年、川崎に新しい工場が完成します。ここは後の富士通テクノロジーパークへつながる場所です。ものづくりの現場で通信機器を作り、改良し、社会へ届ける。大きな会社の物語も、最初は一つの工場と、そこで働く人の手から始まります。戦後、壊れた社会を立て直すには、道路や電力だけでなく、通信も必要でした。富士通は電話機や搬送装置などで、通信インフラの復興に関わります。人と人、町と町をつなぐこと、それは後のコンピューター事業にも続く、富士通らしい役割でした。1954年、富士通は日本初のリレー式コンピューター、ファコム100を発表します。さらに1956年には、富士通初の商用コンピューター、ファコム 128A を発表しました。通信機の会社が情報を計算し、処理する会社へ進み始めた瞬間です。電話の線はやがてデータの道へ変わっていきます。コンピューターはただ早く計算する箱ではありません。銀行、企業、行政、工場の仕事を動かす仕組みです。富士通はハードウェアだけでなく、使う人の業務に合わせてシステム全体を組み立てる仕事へ広がりました。技術と現場をつなぐ会社という顔が強くなります。高度成長期から平成にかけて、大企業や官公庁の中には大きなコンピューターが置かれました。富士通はメインフレームやサーバーで日本の情報処理を支えます。目に見える商品ではなく、仕事の裏側で動く装置。富士通の物語はいつも少し見えにくい場所にあります。富士通は日本だけの会社ではありません。通信、コンピューター、サービスを通じて海外にも事業を広げてきました。ただし、地域ごとに顧客も競争相手も違います。日本で積み上げた技術をどう世界の仕事に合わせるかが問われました。富士通を家庭で知った人にとっては FM シリーズや FMV の印象も大きいでしょう。パソコンは会社の奥にあった情報処理を机の上へ連れてきました。けれど富士通の本質はパソコンだけではありません。個人の端末から企業の基幹システムまで情報の流れをつなぐところにあります。時代が進むと IT の価値は機械そのものから課題を解くサービスへ移っていきます。サーバーを買うだけでなく、クラウドを使い、データを分析し、業務を変える。富士通もまたハードウェア中心の会社からサービスソリューションを中心にした会社へ比重を移していきました。近年の富士通を語る上で富士通ユーバンスは外せません。サステナビリティ、顧客の業務変革、データと AI をつなぐ成長領域です。富士通はシステムを作るだけでなく、社会課題を解くデジタルサービス会社へ進もうとしています。もう一つの重要な言葉がモダナイゼーションです。古い基幹システムは企業の仕事を支えながら変化の足かせにもなります。富士通が狙うのは古い仕組みをただ捨てることではありません。止められない仕事を動かしながら少しずつ新しい形へ変えることです。2025年度、富士通の売上収益は3兆5029億円でした。前年比では 1.3% 減です。一方、調整後営業利益は3900億円で 27.1% 増えました。売上の大きさだけでなく、利益率をどう高めるか。ここに今の富士通を見る大切な視点があります。主力はサービスソリューションです。2025年度のサービスソリューション売上は2兆3469億円。調整後営業利益は3614億円でした。ユーバンスとモダナイゼーションが伸び、国内の DX 需要も追い風になりました。
富士通の中心は機械を作る工場から仕事を変える現場へ移っています。とはいえ、ハードウェアが消えたわけではありません。サーバーネットワーク、コンピューティング基盤はデジタル社会の土台です。2025年度のハードウェアソリューション売上は1兆99億円でした。サービスへ軸を移しながらも技術の土台を持つことが富士通の特徴です。一方で、パソコンなどの指揮たすソリューション売上は2298億円でした。かつて身近だった端末の領域は会社全体の中では大きな主役ではなくなっています。富士通の変化は懐かしいブランドを守る話ではありません。事業の重心をより利益の出る領域へ動かす話です。ここで翔平が帳簿を開きます。富士通を見るときは売上高だけでは足りません。どの事業が伸び、どの事業を整理し、どこで利益率が上がっているか、その流れを見ることが大切です。大きな IT 企業の数字は事業ポートフォリオの入れ替えを移す鏡でもあります。富士通は近年、事業ポートフォリオの見直しも進めています。2025年度には新興電機工業や富士通ゼネラルの売却益も利益を押し上げました。だから投資家は本業のサービスがどれだけ稼ぐ力を高めたかを分けて見る必要があります。会社は2026年度について売上収益3兆5100億円、営業利益4150億円を見込んでいます。これは保証ではなく会社の計画です。大切なのはサービスソリューションの成長、利益率、投資と株主還元、そして世界の IT 事業がどう動くかです。富士通は AI、量子関連技術、コンピューティング、セキュリティなどを重要領域として掲げています。AI は流行語ですが、業務をどう変えるかまで落とし込んで初めて価値になります。研究の強さを顧客の成果に変える力が問われます。統合報告書で富士通は、業界知識を強みに、サービスの付加価値を高める方針を語っています。IT サービスはコードを書けば終わりではありません。製造、金融、医療、公共流通、それぞれの現場の言葉を理解しなければ本当に使えるシステムにはなりません。投資家が見る一つ目の鍵はサービスの利益率です。売上が伸びても利益が残らなければ価値は高まりません。富士通は調整後営業利益率を上げていますが、高付加価値の案件を増やし続けられるかが問われます。二つ目の鍵はユーバンスです。2025年度のユーバンス売上は7093億円で、前年比 47% 増でした。ただし、成長領域は競争も激しい場所です。顧客の変革に深く入り込めるかが見どころです。三つ目の鍵はモダナイゼーションです。日本企業には長年使われてきた基幹システムがたくさんあります。古い仕組みは安定の源であり、変化の壁でもあります。この更新需要をつかめるかは、今後の収益に直結します。四つ目の鍵は、グローバル競争です。海外の巨大コンサルクラウド企業、インド系 IT サービス企業が競争相手です。富士通は海外でどの領域を選び、どこで勝つのか、選択と集中が必要になります。五つ目の鍵は人材です。DX も AI も最後に動かすのは人です。優秀な人を取り、育て、現場に残せるか。IT サービス会社の競争力は貸借対照表には見えにくい人の力に支えられています。リスクの一つ目は大型案件です。重要システムは規模が大きく、期間も長くなります。見積もりを誤れば利益が削られ、品質問題が起きれば信用も失います。案件管理そのものが競争力です。二つ目は技術変化です。クラウド AI セキュリティの進歩は早く、昨日の強みが明日の標準になることもあります。自社技術と外部技術をどう組み合わせるかが問われます。三つ目は競争と価格です。顧客は高品質なサービスを求めながら、コストも厳しく見ます。富士通は安さではなく、業界知識と実行力で選ばれる必要があります。四つ目は人手不足です。IT 需要が増えるほど人材争奪は激しくなります。AI で効率化できる部分はありますが、顧客の現場を理解し、責任を持って進める人の役割は残ります。五つ目はセキュリティと信頼です。システム会社は
顧客の重要な情報と業務を預かります。サイバー攻撃、情報漏洩、障害は業績だけでなく信用にも響きます。信頼は最も重い資産です。今日の鍵をまとめます。一つ目は、富士通の原点が通信機にあることです。電話をつなぐ会社として始まり、コンピューターで情報を処理し、今はデジタルで仕事を変える会社へ移ってきました。線をつなぐ仕事がデータをつなぐ仕事へ変わったのです。二つ目は、ハードからサービスへの転換です。富士通は機械を作る歴史を持ちながら、今はサービスソリューションを中心に利益を高めようとしています。昔の姿だけで見ると、今の会社の重心を見誤ります。三つ目は、ユーバンスとモダナイゼーションです。新しい社会課題を解く領域と、古い基幹システムを行使する領域。富士通の成長は、この二つをどれだけ本物の需要として取り込めるかにかかっています。四つ目は、利益の質です。売上は大きくても、利益率が低ければ余力は限られます。2025年度は調整後営業利益が伸びましたが、事業整理の影響もあります。本業の稼ぐ力を落ち着いて見分ける必要があります。5つ目は人と信頼です。IT サービスは最後には人が作り、人が守ります。社会インフラに近い仕事ほど失敗した時の影響も大きい。技術の会社であるほど誠実な案件管理と信頼の積み重ねが重要になります。翔平は帳簿を閉じて言います。富士通は昔のパソコン会社だけではありません。通信から始まり、コンピューターを通り、今は社会の仕事をデジタルで変えようとする会社です。この会社を見る鍵は、変わり続ける力と見えない基盤を守る責任にあります。富士通の物語は、機械の名前だけでは語れません。電話をつなぎ、計算を支え、企業の仕事を動かし、今は AI とデータの時代へ向かう。その道は、華やかな表舞台よりも社会の裏側に長く続いています。この物語はまだ終わっていません。次回は通信と安全を支える技術の会社 NEC の物語へ進みます。同じ ICT の会社でも歩んだ道、得意な領域、未来への問いは違います。また次の一章でお会いしましょう。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録で次の日本株式会社物語もお楽しみください。